かみごでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。何やら大きなお魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。何やら大きなお魚。っていうことでね、今年も残りわずかですね。おそらくこの動画が、この2022年の最後を締めくくる動画だと思います。正確にはもう一本ね、一番最後に未公開集というか、没集、このメイン動画で撮影して編集までしたけど、ちょっとボツだなっていう動画を何本か集めたものが上がりますんでね。さばく魚は今年で最後ですね。で、何を食べたいかなとね、考えたんですよ。パッと真っ先に出てきたのが、サーモンだったんですよね。美味しいサーモンのお寿司が食べたいなということでね、こちら買ってきました。じゃあ開けていきますね。じゃーん、こちら、マスノスケでございます。こちらが大きさ 8.5 キロありまして、こちらお値段がですね、キロ 19,800 円となってます。今後はね、ちょこちょここういう高いお魚も値段公開していこうかなと思いまして。やっぱ値段が知りたいっていう方がいっぱいいますんでね、ちょっと生々しいかもしれないですけどね、こんな高い魚もいるんだぞということで、値段は今後ちょこちょこ公開していきたいと思います。なんで、キロ 19,800 円で 8.5 キロですので、168,300 円でございます。サーモン1尾。16万円。多分、アロワナとかより高いですね。で、このマスノスケ以前一回やったんですけど、めちゃくちゃうまかったんですよ。ちょうど入荷がありましたんでね、奇跡的に買えたっていう感じですね。で、これマスノスケ何かと言いますと、皆さんがわかりやすい名前で言うと、キングサーモンです。キングサーモンの国産で海で取れたやつって感じですね。なかなかね、説明が難しいんですよね。気になった方はちょっと調べてみてください。鮭の生態もとっても面白いです。というわけで今日はこちらのマスノスケを使って、マスノスケのお寿司を作っていきたいと思います。今日はね、巻物と握り、2種類作っていけたらなと思います。では3枚におろしていきますね。もうこちら、内臓もエラも抜かれてます。これなんで内臓抜かれてるかというと、内臓が入ったまま出荷するとすごく傷んじゃうんです。せっかく天然物なんでね、本当はお腹割って内臓とか胃袋を見て、こんなもん食べてるんだとか、こんだけ油あるなとか見せたいんですけどね、ちょっとね、鮮度が本当に落ちちゃうんですよね。身にね、匂いがついてしまいますんで、ちょっとそこのとこはね、ご了承くださいませ。そしたら、鱗がちょっとついてますので、これは取っていこうかな。ちょっと乾燥してますんで、水流しながら取っていきますね。で、お腹の中もこうやってね、洗いながらやっていきましょう。こうやって普通に書くと、鱗がすごい飛んじゃいますんで、こうやって水を当てながら優しくやってあげると鱗飛びませんのでね。でもなかなかこれができる環境っていうのがないですよね。自宅じゃこれは難しいと思いますけどね。はい、綺麗に鱗が落ちました。そしたら水気をしっかり取りまして、さばいていきますね。すごい体高ですね、改めて見ると。いい魚っていうのは、こう短くてこう体高があるやつ。こういう魚が最高ですね。ずんぐりむっくりのやつ。よし、そしたらじゃあ頭を落としていきますね。うわー、いい身してますね。この頭も価値がある。ほら、この断面うまそうですね。うわ、これ七輪で炭火焼きしたら最高だな。これで酒が飲めちゃうね。鮭の頭はね、簡単に割れます。はい。兜。これはね、ちょっと冷凍して残しておきます。みんな来た時に食べましょう。さあ、今日はこちらですよ。身ですね。よし、じゃあいきますね。じゃあまずここですね。こっちからさばいていきます。いろいろやり方あるんですけど、金子はね、こっからいきますね。こっからおろして、皮1枚切りましたら、もうまっすぐですね。包丁はまっすぐ。サーモンは骨がこう、まっすぐ入ってますんでね。下手に角度をつけない。こんな感じ。そうすると、はい。これ綺麗に乗りましたね、ここ。完璧ですね。そしたら次はこっち向けて、背中も1本ガイドラインを入れます。その時にこっから入れたら角度は一緒。こう上に持ってったり下に持ってったりしない。ここから入れたら集中してずーっと1本入れます。そしたら1本入れたラインに向かってまっすぐ包丁入れます。ここも必ずまっすぐ。さーっと。これね、出刃でやるよりこういう牛刀とかでやった方がさばきやすいと思います。海外の動画とか見るとね、フィレナイフでサササササッとおろすんですけど、僕はちょっとね、フィレナイフはそこまで使いこなせませんので、使い慣れてる牛刀でおろしていきます。ゆっくりゆっくり丁寧に丁寧に
包丁入れていきます。で、真ん中までいったら背骨の山ですね。背骨の山に包丁の先を乗っけて、さーっとお山のてっぺん通します。そうしましたら尻尾から入れて、あとは腹骨を断ち切っていくと。よし、いいね、いいね、いいね。よし、OK。せーの、よっと。あ、いい感じですね。ちょっと腹骨がベロンとなっちゃいましたけど、まあ、腹骨はすくので OK です。綺麗な身ですね。はい、そしたら次は、こっち側を下ろしていきます。で、普通いつもだと、こっち入れて、で、反転させてこっち下ろすんですけど、サーモンはですね、こう、まず背骨を取っちゃいます。ここですね。なんで、ここから包丁入れまして、こういう感じで、背骨をギコギコと。で、ここら辺まで来ると、こう、進まなくなります。骨の角度がちょっと変わりますんで、包丁をほんの少しだけ下に落とします。このぐらい。そうするとこうやって入っていきますんでね。スーッと入れていきます。はい、こんな感じ。これで背骨が取れました。はい、そしたら、背びれの骨がまだここについておりますので、背びれの骨を取っていきます。できるだけ身を取らないように。背びれの骨だけを落とすイメージで。ここね、結構集中しないと、身をごっそりいっちゃいますんでね。こんな感じです。うわ、油がすごいから、もうなかなか包丁が入んないや。よし、OK。はい、背骨が取れました。そしたら次はこっちのお腹ゾーンですね。ここのお尻の方のヒレの骨もついてましたら取っちゃいます。はい、この状態で先ほど1枚目に抜いた身と同じ形になりました。そしたら腹骨がついてますんで、腹骨を取っていきます。腹骨も薄く、さーっと入れます。で、サーモンはね、身が割れやすいです。割れやすいので、優しく優しく扱ってあげてください。はい、こんな感じ。で、ここら辺まで来たらもう落としちゃいます。バシッとね。で、ここがサーモンのハラスです。お寿司屋さんとかでよくありますよね。炙りハラスとか。それがここですね。1匹のサーモンでこの2本しか取れません。マグロでいうとこの大トロの部分があそこですね。はい、そうしましたら、ちょっと背骨がね、こういう風に削れて残っちゃってる場合があります。キワキワを攻めすぎるとね。そういうところは、こうやって V の字カットを入れて、よいしょ、こうやって取ってあげます。はい、これで綺麗になりましたね。そしたらまだ、この鮭、骨が入ってる場所があります。そこが、ここです。ここからここら辺まで、骨がダダダダダッと入ってますんで、この骨を毛抜きで抜いていきます。お刺身にするときは絶対これやってください。こんなに長い骨がたくさん入ってますんでね、これやらないと本当に骨だらけのお刺身になってしまいます。ここら辺は骨ないんですけど、ここら辺切ったときに、どこ食べても骨の刺身に当たってしまいますんで、どのサーモンもこの作業は忘れないでくださいね。ものすごく鮮度がいいサーモンとかはちょっと抜きにくいんですけどね、そういう場合はね、サーモン寝かした方がいいですね。サーモンは池の状態で食べるより、寝かして食べた方が絶対美味しいんですよ。池のプリプリのサーモンも食べたことあるんですけど、なんかね、サーモンらしさがないんですよね。美味しいんですけど、脂があって。多分なんか違うんですよ。あと、マグロとかもそうだと思います。マグロの池を食べたことないんですけど、取れたてのマグロってほんと美味しくないらしいんですよ。身が硬くてね、食べれたもんじゃないって聞いたことあります。食べてみたいですけどね。はい、そんなこんなで骨が抜けました。そしたら、この状態で、半分に割ってしまいましょうか。真っ二つ。背中側、こちらがお節と言います。で、お腹側、こちらが目節と言いますね。オスとメスと覚えてください。そしたら今から柵取りをしていきますね。皮を引いていきます。これは皮引きやすいと思います。尻尾の方から包丁を入れて、キワキワ攻めますか。もうね、油だらけなんで、つるっと滑りますよ。いきますよ。つるつるつる、つるつる。うわー、引きやすい。よっと。こんな感じですね。背中の方も下ろしていきます。はい、こんな感じ。で、もう片身はこれ残しておきます。今日はさすがにこんな使い切れないんでね、冷凍してまたみんなが来た時に食べたいと思います。僕の周りはほんとサーモン大好きな人ばっかなんでね、取り合いです。はい、そしたらあとは好きな形に柵取りするだけですね。じゃあどうだろう。ここら辺から落としますか。半分ぐらいから落として、いや、まあいいか、この状態でしますか。よし、こうしましょう。あんまりこの段階で、こう、柵を小さくすると、握りの切り付けの時に、幅がね、足りなくて、お寿司が作りにくくなっちゃうんで、ちょっと幅は大きめで残しておきましょうか。
お腹側も、そうですね、ここら辺で落としますか。こんな感じにしときましょう。そしたらこちら、一度冷凍をかけます。なんでわざわざね、こんな美味しそうなものを冷凍するかと言いますと、こちら天然物なので、アニサキスがいる可能性があるんですね。養殖のキングサーモンはアニサキスはいません。正直僕はいつもね、生で食べちゃいます。冷凍かけずに。その方がね、フレッシュで美味しいから。まあでも一応動画なんでね、安心安全な食べ方をね、やった方がいいということで、こちら一回冷凍してルイベにしていきます。天然の魚を生食で食べるってことは、どの魚でもアニサキスっていうリスクはついてくるんですけどね。そしたらこちら一回ラップでくるんで、急速冷凍、マイナス60度でしっかりカチッと凍らしていきたいと思います。2日ぐらい凍らしていきますね。はい、そしたら2日後に移動。はい、では2日間経過しまして、カッチカチでございます。そしたらこちら、ちょっと溶けたら、切りつけていきます。本当に身が柔らかいので、半氷ぐらいで切りつけていきましょうか。完全に溶かしちゃうと切りにくいと思いますんでね。なのでこの状態のものを冷蔵庫で寝かしたいと思います。冷蔵庫で解凍することによって、こう全体的にじわーっと均等に溶けますんでね。そしたらすし酢を作っていきましょう。計量カップに今日は赤酢を使っていきます。赤酢と米酢、このハーフでいきます。今日はご飯2合炊きましたんで、40cc 作っていきます。40cc なので、赤酢を 20cc、米酢を 20cc、半々ですね。で、そこにお砂糖を大さじ2ぐらい。で、お塩を小さじ1。で、混ぜ混ぜ混ぜと。そしたら寿司桶にちょっと固めに炊いた白米と先ほど作った寿司酢をさーっと入れます。で、しっかりと混ぜ合わせていきます。はい、OK。そしたら濡れた布巾をかぶせてお米を入れていきます。こうすることによって乾燥を防ぎます。よし。OK。酢飯の完成。よし。そしたらネタを切りつけていきましょうか。じゃあこのハラスのところ、ここは巻物に使うんで、このぐらい取っておきます。この半氷の感じわかりますかね？完璧には溶けてない。ちょっと凍ってる感じ。これがいいんですよ。よし。そしたら切りつけていきますね。太さはこのぐらいでいいな。まずはここ、捨て柵を1個取ります。ここを1個落とすことによって、この一発目から綺麗な形で切りつけることができます。このぐらいでいきますか。こんなもんで、ちょっと大きめでいきましょう。贅沢だな。こんなもんで。3、4、5、6貫ぐらいいきますか。よし、このぐらいいきます。半氷なんでね、すごく綺麗に切れます。これ全部トロトロに溶かしちゃうと、ここまで綺麗に切れないんですよ。生のタコとかもそうですね。生だとグニョグニョして切りにくいんですけど、一回冷凍して半解凍することによって、もうシャクッとこう綺麗に切れます。で、溶けたら綺麗になると。そしたら常温で置いとけば溶けるんですけど、一回冷凍してるんで、ドリップが出てきちゃうと思いますんで、で、ピチッとシートでこう挟んで、で、この状態で解凍します。そうすることによってドリップを吸収してくれます。じゃあ溶かしてる間に巻物の用意。で、巻物はこちら使っていきます。マグロと、こっちっちゃいキュウリ。普通のキュウリでもいいと思うんですけど、ちっちゃいキュウリ売ってましたんで、ちっちゃいキュウリ使います。で、貝割れ、大葉、芽ネギ。で、カニも少し使います。で、今日の巻物は、お米は使いません。ちょっと巻物というかね、おつまみ系の巻物を作れたらなと思います。そしたらまずはこちらのマグロですね。マグロちゃんをちょっと変わった切り方します。まず、薄く薄く、こう入れます。スーッと。切れないようにね。切れないように、切れないように。で、ギリギリでここで止めます。で、ピラッと開きます。こういう感じになりました。本みたいな感じでね。こういきました。そしたらこれをパタッと閉じて、で、さっき入れたところの下っ側ですね。ここら辺からもう一本入れます。キコキコキコ。あ、やべ、貫通しちゃった。やべえ、貫通しちゃった。はい。で、ここでも止めて、ピラッと開きます。あ、ちょっとね、破れちゃいましたけど、まあ、こんな感じです。そうすることによって、こう、1枚の長いマグロになりましたね。そしたら最後にここにも入れていきます。はい。こんな感じですね。はい、1枚のマグロのシートになりました。
失敗するかなと思ってもう一つ買っといたんですよ。ちょっと薄くやりすぎたな。こう入れて、で、止めて、で、こっち向けて、で、ここで攻めすぎない。おし、来た。こんな感じ、こんな感じ。オッケーオッケー。で、ちょっとここ厚さ揃えて、あ、こっちがいいな。こんな感じ。できました。綺麗に1枚になりましたね。そしたらカニを剥いていきます。あ、ちょっとバラっちゃった。剥けました。はい、これで巻物の用意の完成。じゃあまずは握りから作っていきます。まずはわさびをスリスリ。で、お水にお酢を入れて手酢を作ります。そしたらこちらの溶けたサーモンですね。こちら握っていきます。手酢をつけて、でサーモンを持ちます。で、わさびをちょっとつけて、で、酢飯を、このぐらいかな。で、優しく握ってシャリ玉を作ると。なんかね、やっていくうちにね、最近こうやって米のね、粒がつかなくなってきたんですよね。なんか不思議ですよね。で、こう持って置きます。で、ここでちょっと形を整えます。こうですね。で、くるっとひっくり返して、脇決めて1。脇を決めて、反転させて、脇を決める。でちょっと形整えて、こんな感じですね。はい、こちら。握りの完成。そしたら次、巻物いきますね。巻きすにラップを敷いておきます。で、ここに、この先ほど作った一枚マグロですね。一枚マグロを置いていく。で、そこに、サーモンですね。サーモンのハラス。これを長さを揃えて、大葉を敷いて、ここに置きます。で、ここにちいちゃいきゅうりですね。ちいちゃいきゅうりも両端をカットして、ここに置きます。おー、ぴったし、ジャストサイズですね。で、次こちら、貝割れですね。貝割れもザクッと根元を落として、両サイドにこうやって入れます。で、こちら、カニちゃんですね。カニちゃんも、こういう風に入れていきます。よし、OK。そしたらこれを巻き巻きします。押さえて、ぐるっと回して、キュッとします。で、さらに、くるっと、ギュッギュッギュッとします。はい。この状態になりました。そしたら、で、海苔を、このマグロと同じ大きさにカット。そしたら海苔を敷いて、で、先ほどのマグロちゃんを置きます。で、海苔で巻いていくと。で、米粒をちょんちょんとつけて、よいしょ。ぐっぐっぐっと巻きすでキュッと巻いていきます。米粒をつけることによって、ピタッと海苔がこういう風にくっついてくれますんでね。はい、こんな感じ。そしたらあとはこちら切っていくだけなんですけど、まずは盛り付けのお皿用意しますね。お皿にマヨネーズ。で、ちょっと角っちょを拭いて、形を整えていくと。こんな感じですね。そしたらこちらを切っていきます。さあ、上手にできてるかな？まずは半分に。よっと。いきますよ。せーの。よいしょ。おー、いい感じ。うまそうだな。で、これをさらに半分に。よっと。ちょっと大きいので、もう半分に切っていきます。こんな感じですね。よっしょ。
はい、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。いい感じにできましたね。こちらが巻物ですね。うまそうじゃないですか。すごく綺麗にできました。で、こちら、サーモンの握りですね。まずは、握りからいきたいですね。ここら辺をいきますか。いい形になってますね。醤油にちょっとつけて、いただきます。うまー。いや、これやっぱマスノスケほんとうまいな。これなんだろう、サーモンとはまたちょっと違うんだよな、味が。どっちかというとね、このマグロとサーモンの中間みたいな味なんですよ。養殖のサーモン臭さがないんですよね。で、油が上質なマグロのような、そんな風味もあるんです。多分これはね、いろんな海でイカとか小魚とかたくさん食べてきたんですね。養殖のサーモンは、もう養殖用に作られたフードを食べて育ってるんで、この養殖の匂いみたいなのつくんですけど、海で自由に育って好きなもん食べてこんだけ超えたやつはうめえわ。では次こちら、巻物いきましょうか。真ん中の美味しそうなところいきますね。このマグロとサーモン。そしてカニも入ってますからね。で、このキュウリのシャキシャキ感と大葉の爽やかな香りでどうでしょうか。ちょっとフィンガーライムも乗せますか。そしたらお醤油にちょっとつけていただきます。おー、これうまいな。おつまみとして最高。お米が入ってないから重くないですね。なんかこんなんね、回らん寿司でよく出てくるんですよね。赤貝の紐とか、あと、穴子とキュウリとか、そういうパターンで来ることが多いんですけど、マグロとサーモンとカニも合うね、うまい。はい、ということで今日はこちらのマスノスケのお寿司と巻物ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。ノンアルコールでいきます。ノンアルコールは少し高めから継ぎましょう。そうすると泡がしっかり立ってきます。はい、こちら。綺麗だな。7対3。いただきます。サーモンは最高。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は天然のキングサーモンマスノスケを使ってお寿司と巻物作ってみましたけども、どちらも素晴らしく美味しかったですね。今年1年を締めるのにはもってこいのお魚かなと思いました。まだたくさんありますんでね、ゆっくり楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。